どうも、わがつくです。今回は電子レンジを使って簡単にチョコのお餅を作っていこうと思います。作り方は以前僕がアップロードした信玄餅の作り方に似ているのですが、カカオが入ることによって火の通し方とかが違っているので、そこを詳しく説明していきたいと思います。それでは最後までお楽しみください。まず今回使う道具ですね。電子レンジにかけれるボウル。これはガラス製のものなどを使用してください。そしてラップ。あと流し入れる適当な大きさの型。そして茶こしです。最悪茶こしはなくても作れます。そしてまずは材料を測っていきます。まずは白玉粉ですね。こういった袋のものを使うときはハサミで上の部分を切った方が後々楽になります。またそれは後で説明します。そして白玉粉は 100g 用意します。先ほど言った上の部分だけ切るっていうのはこういう風に使い終わった後上の部分を紐状にしてくくると粉が散りにくくていいと思います。他の容器に移してもいいんですけれども、他の容器に移した時端っこに残った粉などがカビが生えたりする原因になるので、僕はいつも袋のまま使用してます。そして砂糖は 70g 測っていきます。今回僕はグラニュー糖を使用していますが、三温糖や上白糖でも構いません。上白糖でもしこれを作った場合は、今回僕が作ったものよりも少し甘さが際立つ生地になります。そしてココアは 10g 入れます。ココアは火が通りにくい原因になりやすいので、砂糖と混ぜて使っていきます。そしてこのココアと砂糖を混ぜたものを粉の中に入れていきます。入れる量は大さじ約1です。それが入れ終わったらお水を 150g 入れていきます。そしてお水を入れ終わったら一度混ぜます。この時このようにボウルの端から混ぜることによって白玉粉が空気中に舞いにくくなるので、端っこから混ぜていってお水が軽く馴染んだら真ん中から混ぜていくっていう風にすると粉が散りにくくなります。そしてこのできた生地をラップで覆って電子レンジで加熱していきます。まずはじめは 500W で1分加熱します。この 500W1 分加熱した後取り出して軽く混ぜます。その加熱混ぜるっていう作業を3セット行っていきます。まずこれが1回目 500W で1分加熱した後の生地の状態です。少しだけ塊ができている状態です。でこれが2回目の状態。さっきよりも少し固まってきましたが、まだ白玉粉に火が通っていないのでもう一度加熱していきます。そしてこれが3回目の状態です。3回目の後はもう一度大さじ1の先ほど混ぜたココアの砂糖を生地に入れていきます。こういう風に段階的に砂糖を入れることによって白玉粉に火が通りやすくなります。はじめに全ての砂糖を入れてしまうとどうしても白玉粉に火が通りにくくなってしまいます。なのでこういう風に段階的に入れています。じゃあ白玉粉に火が通らないとどうなるのって思うかもしれないんですけれども、皆さんはちゃんと炊けていないお米って食べたことありますか？そういったお米ってちょっとお米の生臭い匂いがするんですね。そしてしっかりと火の通ったふっくらしたお米っていうのはその生臭さが消えてお米の甘みが際立つようになります。今回使う白玉粉もそういった生臭さを消してお米の甘みが引き立つように加工していきます。なのでこういう風に段階的に砂糖を入れて白玉粉に火が通りやすい状況を作っていきます。そして砂糖を入れた後は 200W でまず4分間加熱します。そして加熱している間に先ほど使った木べらとゴムべら、これは一度洗っておきます。というのもせっかく火が通った生地を作っているのに木べらについている生地が生の生地だと美味しくもなくなるし品質的にも悪くなってしまいます。なので一度洗っています。
そして 200W で4分加熱したものに残りの砂糖を全部入れていきます。でこれは砂糖がよくなじむようにしっかりと混ぜてください。で生地が混ぜ終わったら最後の加熱に入ります。最後の加熱は 200W に設定した電子レンジで5分加熱していきます。そして 200W で5分加熱している間に型にくっつかないようにココアを表面に振っていきます。型を濡らした付近で軽く拭いてからココアを振ると粉が型につきやすくなります。そして出来上がった生地がこちらですね。生地にしっかりと火が入ることによってこの生地自体からも光沢感が出て美味しそうな見た目に仕上がります。あと少しこの状態から判断してほしいんですが、ボウルからも生地が剥がれやすい状態になっています。これは火が通っている証拠の目安に僕はいつもしています。でこれを型に流し入れていきます。光沢感があって少しだけ半透明、これがいい生地の証拠になります。そして表面にココアを少しだけ振って、で型の端っこまでいくように手でポンポンと押しながら伸ばしていきます。そしてある程度伸びたらこれを冷蔵庫で冷やします。冷却時間は2時間ほどで大丈夫です。そして先ほどの生地だけでも美味しいのですが、追加でホワイトチョコのソースを作っていきます。牛乳 40g を測ります。そしてそれを 500W で40秒ほど加熱します。その中にホワイトチョコを1枚入れてソースにしていきます。今回僕が使用したホワイトチョコはガーナのホワイトチョコです。これでソースの出来上がりです。あとは出来上がった生地をお好きな形に切っていきます。今回僕は長方形の形にしました。ただこれを薄く流して抜き型で抜くこともできるので、例えばハートの形とか星の形とかいろんな形に抜くことはできます。そしてさっきの型に余ったココアを切った断面に軽くまぶして他の生地とくっつかないようにします。出来上がった生地の弾力はこんな感じですね。ムチムチっとしていてフォークで切ろうと思っても硬すぎないっていう状態になっています。食べた時の表現としてはむっちりやとろけるじゃなくてシコシコっとした食感っていう言葉が似合うかもしれません。食べる時用のセッティングはチョコ餅を右に置いて、もし食べた時に甘さが足りないって思った時用にホワイトチョコのソースを横に置いて食べていきます。この後このお菓子を作る時の注意ポイントをまとめていきたいと思います。まず材料のご紹介です。白玉粉 100g、 砂糖 70g、 純ココア 10g、 水が 150g です。そして器具のご紹介をします。電子レンジ、ヘラ、ラップ、耐熱ボウル、生地を流し入れる容器、そして茶こしです。ここからは電子レンジの使い方の違いっていうものを喋りたいと思います。まず今回のレシピで 500W と 200W をうまく使い分けるっていうものを目標にしています。まず 500W での加熱の役割っていうのが、1回目が生地を温める役割です。そして2回目が白玉粉に少しだけ火を入れる役割になっています。そして3回目は白玉粉に火を半分だけ入れるっていう状態です。これなぜ2回目と3回目を分けるかっていうのは、加熱のムラをなくすために分けて加熱しています。そして 200W での加熱の役割というのは、1回目白玉粉にゆっくり火を入れて完全に白玉粉に火が通るようにする役割を持っています。そして2回目の 200W での加熱
っていうものは砂糖と生地をなじませる役割を持っています。そういった加熱の違いを今回は電子レンジでしています。ここの加熱の役割などを理解しながら作っていくと失敗が少なくできると思います。今回の動画はいかがでしたか？チャンネル登録、高評価をしていただけると励みになりますので、よろしければチャンネル登録、高評価していただけると嬉しく思います。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。